普段お菓子作りなどしない男がお菓子作りなんてするからこうなる。みかんの果汁を絞る道具もないからすりこぎで絞る。それでも料理は出来上がる。レシピとはなんと偉大なことか。戦時中のレシピをたどる。今日の料理は昭和13年4月号のレシピから蒸しパン風のスノーボールである。詳しい材料は概要欄をご覧いただきたい。ではこしらえようと言いたいところだが、のっけから問題発生である。レシピを見ると小麦粉の分量がこう書かれている。軽くコップ2杯。さあどれを選ぶ？こいつだ。昔親戚のおじさんがこの形のコップで瓶ビールを飲んでいたのをやけに鮮明に覚えている。あれ以来この形のコップには昭和のノスタルジーを感じる。こいつに違いない。ではまず軽く一杯。軽く一杯。軽く。これくらいか？なんと頼りない粉のふるい方か。まるで生まれたての小鹿のような頼りなさだ。小鹿を見守るような温かい気持ちでコメントを送ってくれたら嬉しい。バターが溶けにくい場合は湯煎するのがいいだろう。今度は打って変わってなんと自信にあふれる泡立て方だ。レシピによると傾けてもピンと立つほどに泡立てるという。完璧じゃないか。次に小麦粉へさっきバターなどを混ぜた卵黄を入れる。レシピには足が出ないように手早くさっとかき混ぜるように書かれている。足ってなんだ？ググってみたが出てこなかった。とりあえず手早く、それだけに意識を集中する。指にラップを巻いて型にバターを塗っていく。このやり方はググったら出てきた。用意していた器が一つ余った。レシピには何人前か書かれていなかったが、どうやらこれは3人前のレシピらしい。蒸している間にソースを作る。このやり方は盛大に果汁がこぼれる。ちなみに絞った後の皮はこの後ちゃんと食べた。案外甘くて美味しかったぞ。蒸しパン風のスノーボールの完成である。蒸しパン風って変じゃない？スノーボール風の蒸しパンが正しいんじゃない？ごちゃごちゃ考えるな。よく言うだろう。世の中には触れなくてもいいことがたくさんあると。
そんな人生君も戦時中のレシピは教えてくれているのだ。知らんけど。食べた印象は硬い、そして甘くない。いや、硬いのは自分の腕のせいか。しかし甘さは確実に足りない。自分の知っている蒸しパンはもっと甘々だ。だが逆に言うと、我々現代人は相当甘いものに慣れきっているということか。今日のレシピは昭和13年4月号の雑誌に掲載されていた。国家総動員法が公布されたのがちょうどこの頃。これは戦争遂行のため、物資や言論など国民生活のすべてを政府が統制できるようにする法律だった。そんな最中でこうしたスイーツが食べられていた。ごちそうさま。